なあきなこ、聞いてよ。最近飼い主の PC、なんか変なことしてない？変なことってどういうこと？飼い主が AI コーディングツール使ってたら、急に見覚えのないファイルが増えたらしくてさ、夜中に PC の前で、飼い主めっちゃ焦ってたよ。なんで勝手に動いてるのって。それもしかしたら AI ツールを狙った攻撃に巻き込まれたのかもしれないわ。AI ツールって攻撃されるの？ウイルスとかとは違うの？従来のウイルスとは仕組みが全然違う AI 特有の新しい攻撃が出てきているの。整理された攻撃手法だけでも80種類、コパイロットやカーソルも標的になっているわ。80種類？それめっちゃ怖いやん。飼い主大丈夫なん？だからこそ知っておくことが大事なの。今日はしっかり深掘りしましょう。今日のテーマは AI エージェントへの攻撃と防御。みんなが使ってる AI ツールがどう狙われてどう守るのか一緒に見ていこう。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。さて、ここから今日の本題に入っていこう。AI エージェントってここ1年で本当に急速に普及したわよね。コードを書いたり、メールを送ったり、ネットで調べ物したり、人間の代わりにいろんな作業をこなしてくれるもんね。でもね、エージェントが自律的に行動するようになったからこそ新しい攻撃面が生まれてしまったの。攻撃面？つまり狙われるポイントが増えたってこと？そうなの。従来のチャット AI は質問に答えるだけだったけど、エージェントは外部ツールを呼び出して実際に行動するでしょう。行動する力を持ったからこそ、その力自体がハッカーに悪用される危険が出てきたの。便利になった分だけリスクも増えたわけか。そんな状況ですごい資料が出てきたんだよね。コーレ株式会社ね、2026年3月に AI エージェント攻撃手法と対策一覧を無料公開したの。164ページってめっちゃ分厚いやん。しかも無料な。太ったらやな。80種類もの攻撃手法を7つのカテゴリーにきれいに整理してくれているのよ。80種類を7カテゴリーに。どんな分類なの？プロンプトインジェクション、 MCP サーバー攻撃、メモリ汚染、ラグ知識ベース汚染、さらにサプライチェーン攻撃、情報漏洩、マルチエージェント攻撃、この7つよ。多すぎやろ。全部覚えられへんわ。大丈夫よ。今日は特に重要なものに絞って分かりやすく解説していくから安心してね。その前に大事なキーワードを一つ紹介させてね。コンテキストパイプラインよ。難しく聞こえるけど、要は AI の頭に情報が流れ込む水道管みたいなものだよ。ユーザーの入力だけじゃなく、外部ツールの応答やメモリの情報も全部このツールを通るんだ。ってことは、水道管のどこか一箇所でも毒を混ぜられたら AI が丸ごと騙されちゃう？まさにそう。だからこそ情報の通路全体を守る視点が重要になるのよ。では具体的な攻撃手法を見てみよう。まずはプロンプトインジェクションなの。プロンプトインジェクション？注射みたいな名前だけど AI に悪い命令を注入するってことを？そう、まさにそのイメージね。 AI が従うべき指示に悪意ある命令を混ぜ込む攻撃よ。大きく分けて2種類あるの。直接インジェクションと間接インジェクション。直接っていうのはユーザーが自分で AI に悪い指示を打ち込むやつだよね。その通り。システムの指示を無視してみたいに直接命令するパターンね。でも本当に怖いのは間接インジェクションの方なの。間接？直接じゃなくて誰かが間に挟まって攻撃するってことを？ウェブページやファイル、メールなどの外部コンテンツに悪意ある指示を仕込んでおくの。ああ、なるほど。例えばコンビニのバイトに偽の業務連絡メモを渡すようなもんだ。店長からの指示だと思い込んで書いてある通りに動いちゃうわけだよね。いい例えね。 AI がウェブページを読み込んだ時、そこに隠された指示に従ってしまうの。実際にコーディング AI を狙った深刻な脆弱性が次々と報告されているのよ。 CVE っていうのはセキュリティ脆弱性の識別番号みたいなもんだね。まず GitHub、コパイロットの ZOM AI CVSS スコアは 9.6 で、
10点満点中ほぼ最高の危険度よ。9.6 点、10点満点でほぼ満点やないか。やばすぎるやろ。さらにカーソルにはエブゼキュートという脆弱性があって、悪意あるコードが自動実行されてしまうの。クロードコードにもコンテキスト汚染の脆弱性が見つかっていて、 CVSS は 8.6 よ。主要なコーディング AI 全部やられてるじゃん。しかも攻撃の成功率がめちゃくちゃ高いんだよね。脆弱なモデルでは最大 97% がシステムプロンプトを無視したという報告もあるの。3社共同研究でも 90% 超のバイパスが確認されているわ。さて、ここからは MCP サーバーを狙った攻撃について見ていきましょう。 MCP、 また新しい略語だ。何のことなの？モデル、コンテキスト、プロトコルの略よ。アンスロピックが2024年11月に発表した企画なの。 AI にファイル操作やウェブ検索をさせるための共通プラグイン企画ってことだね。JSON、RPC2.0 ベースでクロード、デスクトップやチャット GPT、カーソルなど主要ツールが対応しているわ。この MCP 発表からすごい勢いで広まったの。2025年1月に714だったサーバーが1万6000以上に急増したのよ。714から1万6000？めっちゃ増えてるやん。でもね、急拡大の裏には深刻な問題が隠れているの。エージェントシールが1808サーバーをスキャンしたところ、66% にセキュリティ上の問題があったの。 66%？ 3分の2なあかんやん。しかも 38% は MCP プロトコルのレベルで認証すら実装されていなかったの。玄関の鍵を持った業者が急増したのに、半数以上は素性確認なしってことだよね。怖い話だ。次に具体的な攻撃手法を見てみましょう。まずはツール、ポイズニング、アタック、インバリアント。ラボズが2025年4月に文書化した手法よ。 MCP ツールのディスクリプションフィールドに悪意のある隠し命令を埋め込む攻撃なの。しかもこれ、得意リツールを呼び出す必要すらないんだよね。そう、説明文が AI のコンテキストに入るだけで攻撃が成立するの。ドアの説明書に合言葉を教えてくださいって書いてあるようなもんだ。読んだだけで危ない。もう一つ怖いのがラグ、フル攻撃。ユーザーが承認した後にサーバー側がコードを差し替えるの。2025年9月のポストマーク MCP 事件では、削除前に1643回もダウンロードされたんだって。怖すぎる。次はラグシステムを狙った攻撃について見ていきましょう。ラグって AI が外部の知識を検索して回答する仕組みだよね。そうよ。ユーザーの質問をベクトル検索して関連する文章を LLM に渡して回答を生成する仕組みね。社内文書とかマニュアルを読み込ませて、それを元に AI が回答してくれるやつだね。企業での導入がどんどん進んでいるラグだけど、実は重大な弱点があるの。 OWASP LLM トップ10の2025年版で LLM08 として新しく認定された攻撃カテゴリーなの。OWASP が正式にカテゴリー化するくらい深刻な問題だって認められたんだ。根本にあるのがラグ、トラスト、パラドックスと呼ばれる構造的な問題よ。ユーザーの入力は検証するのに、ナレッジベースから検索した結果は暗黙的に信頼してしまうの。正門は厳重チェックなのに、裏の通用項はフリーパスってことだね。まさにそう。正規の通路から入ってくるデータだから無防備になってしまうのよ。この弱点をついた研究がポイズンド、ラグ、ユーセニックス、セキュリティ2025で発表された論文よ。268万件のテキストの中にたった5つの悪意ある文章を混ぜるだけで攻撃成功率 97%。 268万分の5で 97%？ ほんまにそんな少しで乗っ取れる？図書館で例えるとね、268万冊の蔵書があるのに、たった5冊差し替えるだけで司書 AI がデタラメを教え始めるってことだよ。しかも GPT、4、PaLM、2、ラマを含む8種類の LLM で有効だったの。モデルを問わない攻撃なのよ。特定モデルの弱点じゃなくて、どの AI でも聞いちゃうのか。これは怖すぎるよ。ただ防御技術も進んでいるわ。
ラグアードという検出システムが 96.2% の精度で汚染文書を見つけられるの。続いてプロンプトインジェクション以外の攻撃手法を見ていきましょう。まずはメモリ汚染攻撃。これは永続型の攻撃でとても厄介なの。永続型？プロンプトインジェクションと何が違うの？プロンプトインジェクションはその場の1回の応答を乗っ取る攻撃でしょう。メモリ汚染は AI の記憶そのものを書き換えるの。数日後、数週間後に発動するのよ。時限爆弾みたいだ。セッション閉じても消えないってこと？その通り、忍者攻撃という手法は普通の対話だけで AI の記憶を汚染できるの。ニューリップス2025に再録された研究で成功率は 95% を超えたと報告されているわ。 95% って普通に会話してるだけで記憶を書き換えられるんかいな。パロ、アルト、ユニット、42も Amazon、ベドロックアジェンツへのメモリ汚染を実証しているの。つまり商用サービスでも実際に起きうるってことだね。怖いな。次はサプライチェーン攻撃。これは AI モデルそのものに毒を仕込む手口よ。モデル自体を改ざんするってことをダウンロードした時点でアウトなんだ。ポイズン GPT という有名な実験があるの。ミスリルセキュリティが2023年に実施したわ。 GPT-J6B というモデルをロムという技術でたった一つの事実だけ書き換えたの。一つだけ？それでバレないもんなの？それが怖いところで標準ベンチマークを全て通過してしまったの。ベンチマーク全部パスして偽情報ばらまくってめっちゃ悪質やん。しかもコストはたったの1ドル。タイポスクワッティングナでハギングフェイスに公開したの。タイポスクワッティングって本物に似た偽名で公開するやつだよね。騙されそう。最後に DOS 攻撃にも触れておくわね。スポンジイグザンプルズという手法があるの。特殊な入力で処理遅延やエネルギー消費を30倍に跳ね上げることができるの。再帰的にツールを呼ばせて1回のクエリで API コストが跳ね上がることもあるらしいね。あ、そういえば飼い主の PC にも設定ファイルあるよね。大丈夫かな？悪意ある MCP サーバーに設定を書き換えられたら飼い主も被害者になりうるわね。こういう攻撃手法って体系的にまとめてる人たちがいるの？もちろん。代表的なのがマイター、アトラスと OWASP の2つのフレームワークよ。フレームワークって攻撃パターンの図鑑みたいなものを？いい表現ね。まさにそう。まずマイター、アトラスから紹介するわ。アトラスは AI システムへの脅威をアット& CK マトリクスの形式で体系化したものなの。アット&CK ってサイバーセキュリティで有名だよね。攻撃者の行動パターンを整理したやつ。その AI 版がアトラスというわけ。2025年10月時点で15の戦術、66の技法、46のサブ技法が定義されているわ。66の技法があるんかい。めっちゃ細かく分類されてるやん。しかも2026年2月にはオープンクローインベスティゲーションという調査で7つの新しいエージェント攻撃技法が追加されたの。エージェント専用の攻撃パターンがどんどん増えてるんだね。大事なのはアトラスの緩和策の約 70% が既存のセキュリティ制御にマッピングできること。全部ゼロから作る必要はないのよ。7割は既存の対策を活かせるってことか。ちょっと安心するね。次は OWASP。少し歴史の話をさせてね。OWASP は Web セキュリティの世界で20年以上の実績がある団体なの。その OWASP が2023年に LLM 向けのトップ10を初めて発表したの。2025年版は500名超の専門家が参画して作られた最新版よ。500人、それだけの専門家が集まるって相当重要視されてるんだね。2025年版はランキングが激変したの。プロンプトインジェクションが1位を維持する一方、機密情報漏洩が6位から2位に急上昇。サプライチェーンも5位から3位に上昇。さらにシステムプロンプト漏洩やラグ汚染対策の項目が新設されたわ。ランキングがこんなに変わるってそれだけ状況が急変してるってことだよね。フレームワークも追いつくのが大変だ。攻撃の手口を見てきたけど、じゃあどう守ればいいのか対策を見ていきましょう。まず心強いのが
セキュリティ検証ツールが充実してきてることだよね。代表的なのが NVIDIA が開発したが楽ね、オープンソースで公開されているわ。100以上の攻撃モジュールと120以上の脆弱性カテゴリーを持ってるんだ。1回の実行で最大2万プロンプトを投げられるから網羅的にテストできるのよ。 LLM 版の NMAC とかメタスプロイトみたいな立ち位置だね。もう一つがマイクロソフトのパイリット。2024年2月に Azure AI レッドチームが公開したわ。 Azure AI ファウンドリーにも統合済みだからすぐに実務で使えるのがいいよね。そしてツールと合わせて大切なのが AI セキュリティの5大防御原則よ。1つ目は最小権限。 AI エージェントには必要最低限の権限だけを与えること。コンビニバイトに社長の金庫の鍵は渡さないでしょ。 AI にアドミン権限を渡すのも同じだよ。2つ目は多層防御。入力サニタイズ、構造的分離、出力フィルタリングを組み合わせるの。1個の壁じゃなくて何重にも防御を重ねるんだね。お城のお堀みたいに。3つ目はヒューマンインザループ。高リスク操作には人間の承認を必須にすること。重要な決済に上司のハンコが必要なのと同じだよね。 AI だけで完結させちゃダメ。4つ目はサプライチェーン検証。 MCP サーバーをソフトウェア依存関係と同じように審査するの。 AI BOM つまり AI システムの部品表でどの MCP サーバーを使ってるか全部記録するんだ。5つ目が継続的レッドチーミング。ガラクやパイリットで定期的に敵対的テストを回すことね。説得ツールあるんやから使わなそんやで。1回で終わりじゃなくて継続が大事なんやな。2026年の実務では MCP サーバーの審査体制が最優先課題ね。それにコーディングツールの設定ファイル保護も欠かせないわ。さてここで今回のポイントをまとめましょう。 AI エージェントを狙う攻撃手法は80種類以上確認されていて今も増え続けてるよ。プロンプトインジェクション MCP 攻撃ラグ汚染、この3つが主要な攻撃カテゴリーだったね。コーディング AI を直接狙う CVE も次々と見つかってるよ。でも防御の5大原則があったよね。最小権限、多層防御、ヒューマンインザループ。それにサプライチェーンセキュリティと継続的レッドチーミング、この5つを押さえておきましょう。攻撃手法を知ることが一番の防御の第一歩だってことだね。あ、そういえばさ、飼い主最近クロードコードめっちゃ使い込んでるじゃん。設定ファイルのクロード、セッティングス、JSON ちゃんと管理してるのかしら。悪意ある MCP、JSON でツール設定を書き換えられたりしたらもう大変じゃん。ほら他人事じゃないでしょ。飼い主にも今日の動画見せておきなさい。せやな、飼い主ちゃんとセキュリティ設定見直してや。さて視聴者の皆さんにも聞いてみたいわね。今回紹介した攻撃手法の中で一番怖いと思ったのはどれでしたか？ AI コーディングツールのセキュリティ設定気にしてるかどうかもぜひコメントで教えてね。 AI セキュリティの最新動向については別の動画でも深掘りしていくよ。興味がある人はチャンネル登録して待っていてね。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。通知オンにしてくれたら関連動画も見逃さないよ。バイバイ。またね。